皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。さあ、今日はこういうのなんて言うんだ、服だな。そうだね。上半身の服。服、この茶色いところと赤いところを塗ります。はい。塗ります。まずね、とっても難しかった。何が？服。あれでも下の部分塗ったよね。塗った下は、後だよね。スカートね。スカートも難かったけど、難かったもんな。上もシワ結構あるように見えるけど。あ、このねこのなんだ、なんちゅうの。赤いとこかい。いや、今塗ってるとこはなんかのっぺらんとしてるけど。そうのっぺらんでしょのっぺらんだからなんか雰囲気で明るくするとこ決めてったみたいな感じ。おっぱいのところは軽くって感じだよね。でなんかあとね、なんかこういうちょっとここ暗めにしようかなと思ってた部分なんだ。あんまり明るくしない方がいいなと思ってたんだけど、そう思って塗るとね、なんていうの、すごい慎重にグラデーションかけていかないとね、ダメでさ。はい。なんか急に明るくなったら変なんだよ。なんだけど、ある程度そのグラデーションかけないと他のところと比べて手抜いたんじゃないかってみたいになっちゃうから、あんま目立たないんだけど、かなり慎重にやったんだよな、これ。で、で、この明るくなってる部分もこれ本当に正しいのかなって思いながらやってたんだけど、まあそんな感じで。はい。ところどころなんかね、シワみたいな感じに塗ってんだけどさ、あ、自分でいや、それはね、加湿してるってこと？いや、実際にそこにシワとしての造形があるのか、ただの、なんていうのかな、微妙な段差っていうか凹凸っていうか、そのヤスリで綺麗にしきれてない凹凸なのか分かんなくて、一応そこはなんかシワっぽく塗ってみようかなと思ってやったんだけど、実際こう指でさ触るとさ、なんかほぼ凹凸ないんだよね。ただちょっとね、こう情報が欲しいから騙し絵みたいな感じでシワ描こうかなと思ってやったの。結果はどうだ？うまくいった？結果うまくいったと思う。実はその騙し絵みたいにシワ描くっていうのやったことなくてさ、でも結構上級者はやんのよ。ああ、そうなんだ。なんかまあこれも避けて、今ちょっとちらっと見えてるでしょ。感じか。はい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 。これも避けて通れない道だなと思ってね。そうだね。やってみました。あ、でもちゃんと浮き出てるよ。この浮き出てるのが浮き出てるように塗った結果なのか、本当に浮き出てたのかが今でもわからない。なるほど。これも紫なんだよね。ベースはね。さっきから見せてる感じ。茶色というか紫。かなり暗い紫。そうですね。そうだ、前回のやつとかもそうだけど英語字幕出る設定にしたけど、どうなんだろう、うまく出てますかね。どうなんだろうね。文章が崩壊してないのかなはちょっと気になるけど、なんせ分かんないんだよね。そう分かんないからさ一応日本語の字幕をぐっちゃぐちゃなのをきれいにして自動翻訳かけてるから、あれ結局英語だけだっけ？中国語はやめたんだっけ？中国語もね一応入れてある。出してんだっけ？もしかしたらね、その中国語もね、地域によってなんか違うみたいだからね。まあご要望があれば追加しますって感じでね。それこそ韓国語とかそうだし、なんかすんごい種類あるんだよね。なんとか語ってね。すごい種類あるんだよな。見たことない言語がいっぱいある。ただちょっと心配なのが、自動翻訳かけた、例えば中国語をコピペして自動翻訳のところに貼り付けて日本語にもう一回戻すと、めちゃくちゃな言葉になってんだよね。
あただその自動翻訳ってなんかこう繰り返してったらさぐっちゃぐちゃになっていくんだよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。だからまあ実際はその現地の人になってみないとわかんないね。わからない。つまり一生わからないということだ。勉強するしかないね。勉強するしかない。まあなんかあったらコメントにお願いしますぐらいの。そうこう言ってるうちに、結構明るい段階まで。全然違和感ないじゃん。ないな。これ一筆一筆すごい慎重にやってんだよこれ今。これ8倍だっけこれ。まあ8倍になってる。8倍だからね。あ、じゃあ7倍だね。7倍か。ペペペってやってるようだけどね。なんかすごい肩に、すごい肩に力入ってやってんだよこれ。でも今回からさ、すごいさ、線がさ、丸抜ゲームできる感じの、線の引き方をするようになったよね。なんちゃう、縦の糸横の糸みたいな感じで。いや結構前からさ、まあここ最近はそういう筆の動かし方多い。線を交差させて。そう。このね、ダンカンカラーもそろそろサードウェーブが出るってね。もう出てはいいのかな。手にしてる人はしてるみたいなんだけど、非常に楽しみですね。どんな感じのが。シタデルのスラネッシュグレーっていう大好きな色に該当する色がなんかあるっぽいんだよね。あれ前は第1段階第2段階は、まあシタデルでいう、ベースっぽい感じのが出てたのかい。で今回はレイヤーに近いものが出る的なこと。全然違う。だいぶ違うと思う。違う。そういうイメージはないんだ。単純にメジャーな色から出してってんじゃないかなって思う。これさ結構さいきなりピンクじゃん。なんかあれじゃない？なんだ、もし不自然だったら後でごまかせばいいやってと思ってやってる。結果なんかその方が早いのかなって気もするんだよな。1回最初ねガバッてやっちゃった方が慎重にやってるとね、綺麗な仕上がりにはなるんだけど、自分でもなんかこれどこまで塗ったのかよく分かんないってなる。いや分かんない。これ老眼とかが影響もあんのかもしれないけど。一時期さ、つい最近さ、顕微鏡だっけ、なんかもうそろそろ買うかって話、動画でもしたよね。した目塗ってる時ね。結局、そっきり全くいやもう今はね、今言われるまでね、顕微鏡の毛の字も完全に頭の中から消え去ってたね。困ってないっちゃ困ってないじゃん。欲しい局面になったらまた思い出すんだけど、今なってないんだな。そうだね、まだ大丈夫だ。今もう次のやつ塗ってるけどさ、まだ今ベースしか塗ってないから思ってないんだね。もう少ししたら顔とか塗り出したらまた思い出すかもしれない。これよりもちっちゃい今塗ってるやつがちっちゃい。でこれ赤い服に入ってるんだけど、この袖とかさ結構なんつうの凹凸はあるんだけど、いざ塗ろうと思ったらなんか結構難しかったんだね。そうなんだ。さっきも言ったけど随分大胆に色をバッて変えてるよね。見切りじゃないや、なんだっけ、目当たりつけてるっていうのなんだっけ。当たりつけてるっていうのが一番正しいのかな。でも後から上からやればいいっちゅう、確かにそうなんだけどね。実際はなんかうわーってなっちゃうんだよな。私はね塗ってると。いや結構多いんじゃない？急に変わっちゃったってなって、うわーって一気にやる気なくすんだよ。型が特に難しかった。今まで塗ったことのない形状だったしな。そっか。でこのシワもね、さっき言ったのと同様にね、なんか最初からモデルにシワがあるような気もするし、ただ単に画像で見るとがっつりあるように見えるけど、ただ単に磨きが足りなかったのかっていうようななんか微妙な凹凸があったけど、とりあえず全部拾ってみたの。ただ仕上がりが不自然じゃなかったから、やっぱ最初からあったのかな。じゃない？今
もだって見てる限り別に普通に見えるもんって。うん。はい。はい。特にこれでは今もう話すなんかないの？ああ、結構言いたいこと言ったか。言ったんだ。じゃあ話変えるけど、そう変わるけどね。まあ、前回台湾行ってきますっつって言ってたけど、もう帰ってきました。無事に帰ってきた。3泊4日の旅行ってきました。いやー台湾楽しかったね。いやいい多分、ここから先多分台湾の話しかしません。マジでじゃないか。いや見ててなんか言うことはもしかしたらあるかもしれないけど、ね、一応画面は見てるからね。見てる人の、ある意味参考になるでしょ。ここからもう声聞かなくていいなって。ああそうだね。ああそっかそっか。ミュートしていただいてるのね。あそうだ。じゃあ一個だけね、なんつうのペインター目線でのね台湾の感想っていうのがあるから。ほうほうほう。さっき言ったけどさ、まず台湾で Google で画像検索してみてほしいんだけど、それで出てくる画像がすごいきらびやかな色鮮やかなね夜市とか9分とかの画像が出てくるんだけど、はい、本当だわ。実際はここまで彩度高くないです現地は。もっと色はくすんでる。これ画像補正して持ってんだな。相当持ってるね。いや別に汚い街でしたとかそういうわけじゃないよ。ただこれは完全に脚色してんなって感じだよね。あとなんだっけ雨だっつってたからね。まあそうだね、ずっと雨だって言ってたから、いやうちを11月ってもう雨季が終わって、うちらもねそして運よくね、そうもう曇ってはいたけど、雨にはほとんど当たらなかった。パラパラぐらいはあったけど、傘さすほどとかではないぐらいでよかったんだけど。ただ太陽は見なかったな。見なかったね。一回も。見なかったね。だから当たってる光は暗かったね。の景色と今その Google 先生で画像、今台湾で検索した画像は、とはちょっと違う。実際とはちょっと違ったね。ただなんかものすごいパワフルだなって感じしたね。はい。なんかペインター目線だったのそれは。いやペインター目線は言うって言ったじゃん。ペインター目線の話はもう終わりだ。終わりなの。いや楽しかった。もうほらうちらね新千歳空港初だから、1日に1本とか、2本とかあるんだけど、なんていうのもう着くのが夜か、早いかみたいなのしかなくてね。行きはだから夕方14時発ぐらいだったかな。そう14時発、じゃあそっか。まあそので着が4時16時でだったけどちょっと遅れちゃって17時ぐらいだったね。過ぎちゃって、本当は行こうとしてたところちょっと一軒行けなかったんだよね。ミニチュアのそうウォーハンマー使ってる店行こうと思ったんだけどね、行けなかったな。どっちが正解なのか分かんないけど、ニンシア夜市が正解なのかネイカ夜市が正解なのか分かんないけど、まあそっち方面にある、台北駅の近くがね、で帰りがねもうほんと朝一の、9時半の飛行機に乗ったから、もう朝5時半起きとかでね、まあでも9分も行ったし10分も行ったし、中世記念堂も行ったし、あと寺行ったね。お寺も何か所か行ったし、あとなんかミニチュアアート展みたいな。なんか世界中のどっちかというとドールハウス、そうだね、ドールハウスに近かった、展示してるなんか面白い博物館があってね。そう何個か写真撮ってきたんだけど、写真だけ見たらただの人の家なんだよ。ミニチュアじゃなくてね。なんだっけ何分の1だったっけ、24分の1だっけだったかな。だから縮尺はなんかいろいろあったけどとか12分の1とかなんかいっぱいあったんだけど、それを写真撮るともう普通の家なんだよね。全然そのドールハウスには見えない感じの、とかね。あともう食べまくったね。ひたすら食べまくったね。
臭豆腐がよかったよね。そうだね、歩いてたらね、突然臭豆腐って台湾の漢字で臭い豆腐って書くね、ものすごい匂いがするんだよね、突然。今まで嗅いだことのない異臭が、びっくりしたね、あれじゃね。もうほんとみんな鼻つまんだりとかして、観光客の人とかね。全然このね、ペイントの話と関係ない話で申し訳ないけど。結構いい感じになってきたね。今でもまだすげえ違和感あるよ、この見た感じ。まだね、これやってる時もね、ちょっとドキドキした。これちゃんと着地できるのかなって思いながらやってた。サンラータンも美味しかったし、水餃子も美味しかったし、豆乳の読み方が分かんないんだけど、豆乳スープみたいなやつね。そう、豆乳スープも美味しかったし、下水油も美味しかったし、でもね、店によって全然違ったけどね、味はね。味はもうほんと違う。あとはそうだ、火鍋屋さんも行った。あとぼっちキャンプのヒロシがいたね。あれいいのか。弱小チャンネルだからいい。敵課外歩いてたら、なんか聞いたことある声、これいいねって聞こえててね。そう、テレソンが気がついたんだけど、おお、ヒロシだってなってね。だけどまあ検索したらなんかもう言ってたよね。台湾にそのなんだっけ、ぼっちキャンプのロケに来てるって。ぼっちキャンプとは言ってなかったけどね。初の海外ロケとしか言ってなかった。って言ってからいいのかどうかわかんないけど。まあでもこの辺にしようか。そうね。勇気がなくて声もかけず。別にそんな熱烈なファンってわけでもないから。でも初めての芸能人がいじり岡田から更新されてよかったねっていう感じ。あるね、ウォーハンマー扱ってる店1軒だけね。もう1個行けたんだけどね、なんかはっきり言ってね、日本の扱ってる店と同じ景色。全然一緒だった。ただ店の人が日本語喋らないっていうだけ。東京のなんだっけ。なんだっけな、店の名前忘れちゃった。お店秋葉原にあるお店、行ったんだよね。東京行った時に行ったんです。そこともほとんど同じだったね。ただあれだ。インフィニティだっけ？インフィニティっていう日本でね扱ってる店見たことないミニチュアがあったね。でそのお客さんが塗ったやつも置いてあったのがすごいうまかったね。めっちゃうまかった。これ不自然なハイライト境目を潰してますねこれね。でガチャガチャとかクレーンゲームとかいっぱいあったけどさ。全部日本にあるもん。ガチャガチャなんて普通に日本語でなんか日本のそのまま置いてあるみたいなね。ガチャガチャもそうだし、一番くじも、一番くじ屋さん多かったよね。多かったね。もう全部だからその辺の景色はもう日本と変わらないよな。日本以上に日本のものがあるって感じな。で一見ねゲーセンがあってね。ちょっと覗いたらね。言ってたね。音ゲーやってる人たちいたんだけど。全く同じ景色一緒だったね。全く同じ。軍手履いてドラム式洗濯機みたいなやつ叩く系のやつだけど。一緒だったね景色がね。ゲームによってはね、ゲーム自体も日本語だったわ。見てきたけど。私疲れて座ってて見てないけど。いやみんな行ってほしいわ。行ったことなかったら初のね、人生初の海外旅行の台湾だったけど、まあいい経験、楽しかった、行ってよかったでした。結構なんだ瓦礫作ってる人でね、台湾の人いるんだよね。そうだ、一軒さ、なんかそう一個ね、個人がそのスペース借りて販売するケースみたいなショーケースみたいなのが、店がいっぱいあるんだよね。レンタルショーケースみたいな。そうがすごい日本にもあるけどね。がもうすごいいっぱいあって、いっぱいあってね、中にもののけ姫の 3D プリントの作ってる人のやつがあって、けどたまたまその台湾ドル、持ち合わせがなくて、でカード使えばダメだって言われちゃって、
まあ、本気出せばまあ本人から日本に行ってもなんかちょっと調べたらなんか台湾の人人が原型作ってるみたいだったんだよな。そこで無理しなくても良さそうだったからちょっと、まあ、スルーしてきたのと、そもそもそこまでもののけ姫のファンではないっていうのもあってな。いや私はファンでだって何十回は見たことかわからないぐらい見てるから。だけどまあいっかってなった、絶対そこでしか買えないものでもないなっていう感じだったから、安かったけどね。600元ぐらいだ。600元、3500円ぐらいだね。そうぐらいだったから、まあね、その人からホームページついて買ったらいくらなのかは知らないけど、だいぶ良くなってきましたね。ただ全然なかったね、その瓦礫的なものを売ってる店は全然なかった。なかったね。その西門っていうところの、まあみんなが多分行ったら旅行行ったら多分行くことになると思う。一度は行く西門かね。多分そうなのかね。がなんかちょっと中野ブロードウェイっぽい中野ブロードウェイっぽかったけど、結局全然なんかまあそうでもなかったなって。もうとにかく瓦礫的なものはなかったね。そのボークス的な店もなかったでしょ。まあただね、台北しか回ってないからね。確かに台北しか行ってない。他にはあんのかもしれないね。でもなんだっけ、情報教えてもらったじゃん。台湾に在住の黒熊ミニチュアさんっていう方にね、ぶしつけな DM して教えてもらったんだけど、ちょっとね、ああいう店ってさ、オープンがめちゃくちゃ遅かったりさしてさ、その予定に組みづらいんだよね。だからちょっと残念ながら1軒しか行けなかったんだけどね。なんか1時半とか2時半とか3時とかで、オープンが遅くて、まあその辺は日本の店も同じだけどね。まあね、もっと何日間か滞在するんだったらね、行けたなーって感じはしたけど。たださ、ほら僕たち行く 2,3 日前にさ、盛大なホビーショーやってたでしょ。だから多分あそこって店あると思うんだよね。そうだよね。でもググっても出てこなかったしね、全然ね。もしかしたら台北以外のところにあるのかもしれないね。かもね。次は国内なのか。まあまたどっか行きたいね。ね、海外なのか行きたいね。これあと何回ぐらいで動画終わるかな。あとはまだあった。まだ結構ある。これまず下のさ、台座、ドクロとバラの部分と、あと帽子がある。少なくとも2回はあるね。次この今映ってるひらひら。そう、ひらひらもある。ひらひらから始まります。次は。どこまでその後どこまで動画にできるかわかんないけど、その一本で。あとこの首んとこの宝石もあるな。長いな。ちょっとまあしばらくお付き合いいただく感じになっちゃうけど。でもね、こんないいか悪いかは置いといて、こんな全工程を録画して見れるのはこのチャンネルだけですよ。だね。そうだね。当倍でやってたら大変なことになるけどね。塗るのにかかった時間とイコールになってしまう。実際どうなんだろうね。需要あったりするのかな。これ動画消しちゃってっかな。でもYouTube に載っけちゃったら、見たいですって言われてもちょっとごめんだな。できないけど、今後もしなんつうの、例えばね、テレスノが50時間かかったら、その50時間を当倍で見たいですっていうんだったら、まあ別に動画にすることはできるじゃん。喋んない、音楽だけ流しといて。やってみる？アテレコなしとアテレコありバージョン。
それはね、需要があったらだね。需要があったらね。コメントに書いてもらったら、一人でもいたらその。あ、そうだね。まあ別にそんな。需要に全然応じるから、別にただね。くっつけて置いとくだけ。くっつけて置いとくだけだから。っていう感じかな。まあ。全然臨機応変にできるんで。何かしら何でもいいからその言語でもいいし、動画のこうやってやったとこが見たいですでもいいし、なんかあったらできる限りのことは、ねしたいと思ってんで、遠慮なく書いてね。てなわけであと30秒ぐらいなんで締めに。もう30秒か。はい。まあ半分ぐらいはね。関係ない話だったけど、そうですね。まあいつものことだね。そうですね。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。時間ある。いやちょっといいよ。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい。テレスドンでした。ひまわりでした。またねー。